2021年新年明けましておめでとうございます。というわけでボスケです。今回はね、日の出工学の双眼鏡を紹介したいと思います。よろしくお願いします。それではね、早速開封していきたいと思います。ミュージックスタート。なんかね、おしゃれなソフトケースが出てきましたね。それでは開封したいと思います。おお、しっかりとね、光学系がね、詰まってそうな感じがします。はい、これがね、日の出光学の 8x32mm 双眼鏡 T1 ですね。なんかね、もうこれね、持った感じからもういい感じですね。なんかね、金属ボディ感がすごいです。ゴムっぽくないんですよね。しっかりとした光学製品っていうような感じがします。もうね、外観がこんな感じですけれどね、すごいかっこいいですよね。これね、グリップもね、いい感じです。ピントノブもね、非常にね、軽く動きますね。これだったらね、動く鳥とかを見てね、ささささっとね、ピント合わすことができそうですね。非常にスムーズに回るピントノブです。それではね、中のレンズの方から見ていきましょう。まず対物レンズですね。対物レンズは ED レンズを使っています。ED レンズっていうのは色周差を高度にね補正するためのね、ちょっと材質の違うレンズでしたよね。そういうようなね、特殊な材質のレンズが使われています。接眼レンズ側はこんな感じですね。対物レンズがこうでしょ。接眼レンズがこうでしょ。接眼レンズなかなかね、でかいです。このね、接眼レンズがね、でかいっていうのもね、一つ双眼鏡を選ぶ上のポイントになってくるかと思います。非常にね、覗きやすいんですよ、こういうやつって。それではね、接眼レンズを見たところで、まずは恒例の瞳をね、見てみたいと思います。ということで、三脚に取り付けてみましょう。もちろんね、三脚取り付け穴がついております。そして目幅をね、最も狭めた状態がこの状態ですので、先日紹介したね、このビノホルダーも取り付けられるんじゃないかなと思います。あまりね、華奢なビノホルダーではいけませんが、これはね、金属製のビノホルダーですので、安くてもね、結構ね、丈夫なんです。で、最もね、狭めてもね、この通り余裕がありますので、十分使えそうですね。それでは三脚に取り付けてみたいと思います。はい、それではね、瞳が接眼レンズの真ん中に来ましたね。消灯します。はい、もちろんね、瞳はまん丸です。瞳のね、上の方に瞳孔はありますが、これはね、一般的なね、ダハプリズムにはね、どうしてもこういうね、瞳孔が出てしまいますので、これがね、極端に明るかったり、瞳の方にね、極端に近づいていったらね、何かしらコントラストに影響を及ぼすものと思われるんですけれど、これぐらいの程度だったらね、全く問題ありません。許容範囲だとは思います。はい、その次にね、これもね、だいぶ恒例になってきました。コバ塗りチェックです。コバ塗りはね、しっかりとされていますね。まずは対物レンズ側。接眼レンズ側もね、しっかりコバ塗りがされていますね。このね、レンズのね、縁を黒く塗ることによって、内部でね、光が乱反射するのをね、防ぐ役割があります。これをするとね、コントラストがね、上がりますので、高級な双眼鏡にはね、こうしたコバ塗りっていう処置が施されています。ちょっとね、このピントノブを見ると、8x32mm7.5 度の下にね、7レイヤーコーティングって書いてありますね。これはね、7層コーティングしてあるっていうことです。このね、対物レンズをね、上から見ると、まるでね、とても深い池がとても澄んでいて、それのね、底の方を見ているようなね、感じがします。この蛍光灯の照明が妙にね、光ってたりすることはありません。これがね、3層コーティングと7層コーティングの違いです。同じフルマルチコートでも7層コーティングがされているとね、このようにね、さらに光の透過率を高めるっていうことですね。くどいようですが、本当に澄んだ池の深い底を見ているような感じがします。ところでね、この双眼鏡もインナーフォーカス方式になっておりまして、ピントノブをね、くる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 って回しても、対物レンズは動かない構造になってます。例えばね、インナーフォーカスになっていないものは、このようにね、くるくる回したりすると、対物レンズがね、上下に動くんでしたよね。これがね、初級グレードの双眼鏡になりますが、このようにね、インナーフォーカスレンズを入れることによって、この双眼鏡のね、機密性を非常に高めています。やっぱね、野鳥を見る公園で、時々ね、この双眼鏡を落としてしまうようなことがね、あるかもしれないです。要するに、イケポチャですね。そのイケポチャもね、ある程度防いでくれる双眼鏡です。もちろんね、故意に水の中に入れるっていうのはね、ダメですよ。あくまでアクシデント防止ですね。そのための防水機能がついております。でね、その防水性能はなんとね、このインナーフォーカスレンズの効果もね、相まってね、水深3メーターでね、3分間っていうことなんです。
はい、それではね、恋に入れてはいけないとは言いましたが、まあこれはね、実験のためです。日の出工学さんのね、防水性能を信じて、この風呂の中にね、双眼鏡を入れたいと思います。それでは、着水。はい、入りました。いや、多分ね、皆さんもね、このように双眼鏡がね、溝の中にね、入ってるっていうのを見たことないかと思います。私ね、さすがにね、3メーターも貯めれるようなね、風呂は持ってませんからね。一応水深としては今20センチ程度です。はい、2分経ちました。まあね、ちょっとね、3分待ちたいところなんですが、まあ、これぐらいで取り出してもいいでしょう。取り出しました。はい、それではね、防水性能がちゃんと備わっているかどうか、部屋に戻って確認してみたいと思います。はい、ということでね、今、ボディをね、タオルで軽くで拭いてきた状態なんですけれど、こっちにね、水滴が4滴ほどついているだけでね、こっちの対物レンズなんかね、ほとんどね、水滴がついていないです。で、接眼レンズも同じく。まあ、こっちにね、水滴が、ね、レンズの上にはね、1滴ぐらいついているくらいで、他はね、ついてないです。実はね、今、ホームページで確認したらね、撥水コートがされているっていうことで、私ね、今まで双眼鏡をね、水につけたことはないんですけれど、なるほどって思いましたね。ということでね、一応実験結果としては、水深20センチ、時間としては2分間の防水性能はね、私の家で確認取れました。もしね、ご興味のある人は3メーター3分でね、やってみてもいいかもしれないです。メーカーさんの交渉値ではね、一応そう書いてあるので、まあ問題ないかとは思います。はい、ということでね、今日もね、双眼鏡対決ということで、初月完成さんのね、プリージング画です 8x42mm。これね、毎回登場するような気がしますが、8倍だとかね、42mm だとかね、ここら辺のスペックってね、かなり比べられやすいスペックであるんです。ですので、今回はね、32mm 対 42mm 対決ということでね、ちょっと覗き比べてみたいと思います。でね、本当はね、外でね、映したいんですけれどね、今日はね、晴れたり曇ったりで、明るさがね、変わっちゃうとね、平等に比べることができないので、今日もね、室内で比べてみたいと思います。何を見るかっていうとね、あれです、あれ。門松。門松ってね、松の葉がね、結構鋭いじゃないですか。あれを見るとね、大体ね、どれだけシャープに見えるかっていうのがね、分かってきちゃうんですよ。お正月だけにね、いい材料がありましたね。それではあれを見てみたいと思います。はい、今ね、T1 で見てます。やっぱね、シャープネスはすごいですね。門松のね、葉っぱ一本一本がね、非常にシャープに見えます。周辺部もね、なかなかね、いい像が楽しめますね。その次、初月完成さんので見てみます。初月完成さんのはね、非常にワイド感がありますね。見かけ視界はね、こっちの方が広いんですが。ただね、なんだろうこれ。これを見た後ね、こっち 42mm で見るとね、明らかにね、ちょっとぼやっとした感じがします。これだけで見るとね、非常にシャープなんですよ。なのでね、今までね、性能がいいと思ってたね、双眼鏡よりもね、さらにね、いいものがね、現れるとね、ちょっとソフトに見えてしまうという不思議な現象が起きてます。やっぱね、プリージングがですがね、結構ね、露光が多いからか知らないですけれど、やっぱコントラストもね、日の出工学さんの方がね、上ですね。明るさ的にはね、こっちの方が明るいとは思うんですけれど、コントラストがね、高いのでね、引き締まった像が見えるんですよ。ですのでね、あんまりね、明るさっていうの気にならないですね。まあ、というわけでね、今回の8倍比べなんですけれど、視野の広さに関しては初月完成さんです。あとね、コントラスト、シャープさ、そういった面に関してはね、日の出工学さんですね。特にね、コントラストとね、シャープさはね、かなりね、日の出工学さんの方がね、上ですね。かなりはっきり見えます。まあちょっとね、皆さんにはね、意外な結果だと思うので、ひょっとしたらね、嘘だろうと思うかもしれないですけれど、なかなかね、やっぱり 30mm っていうのはね、実際見た感じはね、想像以上にね、いいような気がしますよ。それではね、最後にね、ストラップをつけてみましょう。これがね、付属のストラップですね。ストラップのデザインとしてはね、特に日の出工学さんのロゴが入ってるわけではないですね。はい、ストラップ付け終わりました。まあ重さはね、500何十グラムだったっけな、600グラムはないと思いますが、ストラップがね、太いこともあるので、あんまりね、首に負担はかからなさそうですね。ということでね、今回のこの日の出工学の T1-8x32mm の ED レンズ仕様の双眼鏡ですね。まずはね、野鳥観察だとかね、天体観測、アクティブなね、観察に対して非常にね、性能が高いものだと思いました。まずはね、このコンパクトさっていうのがありますし、グリップの良さ、このノブの軽さっていうのもありますよね。
あとね、ゾーンも非常にシャープに見えました。ですのでね、ダハプリズム面には位相差コーティングがかかってると思いますし、あとね、とてもハイコントラストに見えました。コバ塗りとかね、コントラストを上げる仕様っていうのがね、しっかりとね、効いてきています。でね、極めつけはね、防水性能ですよね。万が一ね、イケポチャをしてもね、耐えられると。というわけでね、私はね、天文にも野鳥にもね、これはね、非常にぴったりなね、双眼鏡だと思います。ということでね、じゃんじゃん野山に行ってね、野鳥観察したいだとかね、天体観測したいという人はね、これを持ってね、いろんなとこに行ってみてはいかがでしょうか。私的にはね、この双眼鏡非常にね、おすすめできる双眼鏡だと思います。点数的にはね、100点満点です。ということで、2021年のね、初めての動画いかがだったでしょうか。日の出工学ということで、初日の出がね、昇る時間にアップしようと思ってました。2021年が皆さんにとってね、とても良い年となることをお祈りしております。それではご視聴ありがとうございました。